つぶつぶゆずゼリー。あなたのお腹と陰茎を包み込むつぶつぶゆずゼリー。どうも藤田ゆずです。いやー、ちょっと今日はラジオの前にね、謝らなきゃいけないことがあるんですけど、先週のつぶつぶゆずゼリーで視聴者さんからいただきましたこの性の輪を今日までに解いてくるって言ったくせに全然できませんでした。本当に大口叩いてすいませんでした。ちょっとね、右手がなんかね、ちょっとチンコの握りすぎとオナニーのしすぎかっこ仕事でちょっと忙しすぎて、ちょっと右手多分それで痛め腱鞘炎っぽくなっちゃって、特にそんなひどい状況ではないみたいなんで、ちょっと固定とかもしてないんですけど、なるべく右手を使わずに今生きておりまして、でもその右手を痛める前にこれちょっと 1,2 時間ぐらい格闘して普通に無理だったんで、本当にこれ取れんの？めっちゃ怪しんでます。本当に取れるのかどうか。また元気になったらちょっと頑張って全ての時間を知恵の輪に注がせていただきます。で、今日のつぶつぶゆずりなんですけど、7月1日じゃないですか。もう2026年も終わるということで2026年上半期ベストバイのコーナー。はい、ということで時の流れが早すぎて怖いんですけど、ベストバイ3つ持ってきたんで紹介します。特に順位とかは決めてないので、まず1つ目はじゃじゃーん、オルナオーガニックさんのこれトゲトゲがついてるトゲトゲのチンチンがね、1,2,3,4,20個くらいついてます。これチンチンとしてシコシコするんじゃなくて、これは逆にガチガチのところを緩めるやつなんですね。実は私ガチガチのとこどこあると思います？チンコはまずガチガチとして一回カウントするとして、頭もねめっちゃガチガチなんですけど、これをこうやって頭に当ててこう押すとめっちゃ頭もすっきりするし、目めっちゃ悪いんだけど目が良くなったような気がします。これすごいもうマッサージ屋さんいらずですね。でこれね、顔とかもこうやってやったり、あと肩もねこうやって結構肩こりにもいいので、みんなはこうチンチンもほぐしてみたらいかがでしょうか。はい、次2つ目。これね、つぶつぶずりでも話したと思うんだけど、さくらももこ先生の桃の缶詰というエッセイですね。これめっちゃ読んで世界変わった。私のこのエッセイ小説本当に面白すぎて、4,5ページくらいでこれ完結するんですけど、一個一個がね短編集みたいになってて、で全部面白い。その 4,5 ページの短編が何個も何個もあるんだけど、それが全部面白くて、で一番最初の話がね水虫の話なんだけど、その水虫についてこんなに面白く書けるんだと思って、私水虫になったことないけど水虫になりたいと思うくらい面白かったです。本当に今まで読んでなかったことが悔しいというか、この世にこんなに面白いエンタメがあったんだっていう悔しすぎて、私もエッセイを書こうかなと思いました。無理すぎて本当に
奇想天外ですね、さくら先生。すごい尊敬する偉人の一人になりました、私の中で。いやマジで全員読んでほしいです、本当に。なんか表紙がめっちゃまず可愛いの。表紙めっちゃ可愛いじゃないですか。その中にちょっとパンチが効いてて、なんかギャップがすごい。私もそういうギャップを見せていきたいなと思いました。最後の一つね、私のベストバイ、じゃじゃーん。ヒゲに見えるけど、これめっちゃすごくて、これ無知のようにね見えるかもしれないけど、誰のことも消去しません。これね、これも美容グッズなんですけど、ちょっとね、これ髪の長いメンズもね多分いると思うので、ちょっとそういう人には参考になるかな。やっぱつぶつぶゆずゼリーでちょっと日本に流行を発信していきたい気持ちがあるんでね、ちょっと俺関係ないよっていう人はね、全然飛ばして聞いていただけるとって感じなんだけど、これちょっと部屋用品ね、ちょっとどう使うか、ちょっとみんな考えてほしい。まず髪をこう一つに普通に結びます。ちょっと高めの位置でね。ちょっと待って、これ画面越しに結ぶの難しいな。正確に言うと2025年末に買ったけど、2026年の上半期でめっちゃ役立ったなっていうアイテムなのね。結んでちょっとボサボサなのは一回ちょっと目をつぶってもらって、画面はちゃんと見ててね、目をつぶってるとは言ったけど、女子の髪型で好き嫌いが分かれる髪型ランキング第1位、お団子を簡単に作れるっていうマシンなんですよ。マシンって言いながら電気は通ってないですけど、これこうあったら、普通お団子をするってなったらね、男子の皆さん、これもし女子がねお団子してきても、俺お団子好きじゃないんだよねってマジ言っちゃいけないくらいお団子ってめっちゃむずくて、これこうあったら、これ普通はこう三つ編みをするんです。こう三つ編みをこうまずして、めっちゃちょっと三つ編み下手すぎてやばいやばい、ただ毛虫がのたむち回ってるようなちょっと動画で申し訳ないんですけど、こうもう三つ編みね適当にねこうやったら、ここにこう巻きつけて、でここの巻きついたところのこの縁をね全部ピンで固定するっていう。でピンも細いさ爪楊枝みたいなちょっと白素取れそうな感じのやつで留めるんだけど、それを留めるのがめっちゃ爪楊枝で白素は取れてもちょっと固定するのむずそうってちょっと普通に思うじゃん。難しいんですよ。でなんだっけ、これは普通にこう紙をこの穴に入って挿入して、でちょっとしごいて、こう普通に持ってって、半分くらいかな、したらこう下の髪の毛をこう下に垂らす。したらで巻きます。海苔巻きのように巻いて、でそしたらこっちをこのフックみたいなのついてたじゃん、こうヒゲの先っちょね、これ同士を合体したらもう簡単にこのピンとか普通に考えてちょっと危ないんで、ちょっと頭皮にね突き刺さって、ちょっとこれも尋常じゃないくらいピンが突き刺さるとちょっと痛いし、他人の目に入ってもあれなんでね。でそしたらね適当にね、もう一本ゴムとかでシュシュとかでね止めたら、もうすごい、もう普通に三つ編みやってピンで止めるって言ったら、マジお団子を作るのに多分私不器用すぎて30分くらいかかるんですけど、これマジで
1分2分でできるっていうすごアイテム。これはなんとなく Amazon で見てたら見つけて買ったんだけど、これの使い方とかが全然ネットにほとんどあんま上がってなくて、上がってても結構難しいねみたいなやり方を、説明書もないから難しいねみたいな動画だったんだけど、ちょっとこのつぶつぶゼリーで発信することで、ちょっと全お団子人間って言ったらちょっと人聞き悪いですけど、人聞き悪いってなんだ、これをね発信したかった。時々ねこの髪型でつぶつぶゼリーもねやったりしてたけど、これマジでいい。女子とかで食虫植物みたいなピンで後ろ止めてる人いるじゃん。私毛量多すぎるのと不器用すぎてそれができなくて、ちょっと一生悩んでる人生だったんだけど、マジでこれは本当にこれと出会って人生変わったんで、本当に下半期もねそういう出会いを見つけたらまたご紹介します。つぶつぶゆずゼリー。ということでね、お便りをね読んでいきたいと思います。今日は尊きもののコーナーを送ってくれた人の投稿がちょっと固まってたので、ちょっとそればっかりになっちゃうんですけど、ラジオネームナイトライブラリーナイトさんからありがとうございます。20年くらい前に母がホタルを育てていました。自分はホタルの幼虫の餌のタニシを取るために近隣の田んぼに行ってタニシをバケツに入れて帰るというのを遊びに行くついでにしていました。正直ホタルの幼虫はあまりいいビジュアルをしていないのであまり愛着がなかったのですが、初めて成虫になって光るところを見た時は結構感動して、次の年は餌採取の意欲が高まったのを今でも覚えています。ということでありがとうございます。いい話。まずね、私ここに出てくる登場人物が母以外全員知らないんだけど、まずね、ホタル、そもそも成虫のホタルってどういう見た目？でも結構成虫でも近くでよく見ると虫って感じで気持ち悪いビジュアルはしてますね。でもお尻が光るんだよね。まじまじとホタルを見たのが初めてだな。ホタルの幼虫のビジュアルがちょっとって言うんですけど、ちょっと怖いけど見てみるか。ちょっと待って、気持ち悪すぎる。びっくりした。ちょっとトゲトゲなチンコだと思ったら可愛いかなっていう。トゲトゲなチンコって何？いや、びっくりしちゃった。ちょっと私も女子らしい部分があったということで、ゲジゲジみたいな感じだね。平たく言うと形も平たいし、結構ゴキブリとか大丈夫なんだけど気持ち悪いですね。ゲジゲジ的な感じでホタルの幼虫、これをお母さんが育ててるっていうのも結構、お父さんじゃなくてお母さんなんだっていうのも面白いポイントですけど。で、タニシね、タニシも知らないんだよ。タニシって何？これさ、居酒屋さんのさ、お通しでよく出てくるやつみたいな感じだ。へえ。私も気づかない間にさ、居酒屋さんとかでさ、タニシ食べてる可能性もないか。あるかもね。はい。続いて、ラジオネーム、ぬるいみかんさん、ありがとうございます。実家では、トイプードルが飼われていました。妹はティッシュを取りに行かせるようにしつけました。呼び名がどんどん短くなっていき、最終的には、まだけ言っても来るようになりました。断片的なことくらいで、あんまり面白い話がなくてすみません。十分面白いじゃん。プードルって、めっちゃ賢いらしいね。でうちの実家もそれこそトイプードルがいるんですけど、そんなティッシュなんて絶対取りに行けないよ。ティッシュ与えたら食べちゃうからね、うちの。ちょっと呼び名が短くなっていって間だけ残ったっていうのもさ、
マジマジっていうのもさ、最近若者言葉でまとか言うじゃん。そういう感じでみんなまって言ってみんなマジみたいなの若者言葉でこう飛び交ってるのかなと思うと、ちょっと面白いなと思いました。やっぱまって言うから本当の名前も気になるな。人様の犬にちょっと言えない名前が思いついてしまいましたので、ちょっと女性器なのかなってちょっと思っちゃったな。続いてラジオネーム BCG さん、ありがとうございます。エズさん、こんばんは。こんばんは。ペットは1回しか飼っていたことがないのですが、まだおいらも子供の頃です。かわいい。 BCG の子供の頃かわいいだろうね。捨て猫のようでしたが、母が餌をやり居ついた感じで飼い始めた猫がいました。当時はドキドキでしたが、夜になると金縛りや心霊的なことが起こって、どういうこと？目に起こっていましたが、その猫が来てからピタリとそういう現象が起こらなくなり、猫が追い払ってくれたと今でも思っており、とても印象深く感動している猫でした。うずさんも動物にまつわる不思議な体験ありますか？ということで。普段飼う前まではそういう心霊的なことが起こっていて怖かったけど、猫が神様的な感じでやっぱその守ってくれたんだなって思って、でその普通捨て猫ってさ、やっぱ飼えない環境だとかちょっとめんどくさいなとかでやっぱ見捨てたりする人とかもいると思うんだけど、やっぱ BCG さんの家族も含めてみんな優しかったから、その恩返し的な感じで守ってくれたのかなと思って、ちょっと涙腺が緩くなってきましたので、私のポンコツ犬のね話の続きなんですけど、うちの犬は本当にポンコツすぎて食いしん坊なんで、ティッシュも食うわ、服のタグとかも食うわ、おもちゃを与えても全部食べるわで、ちょっと問題児なのね。で、なのに何でも食べるくせに水は飲まないのね。ちょっと変すぎるんですけど、風なちょっとポンコツ犬なのね。なんだけど一個これ不思議だなというかすごいなと思ったことが、ちょっと私結局現場にいなかったから母から聞いた話で、母ちょうど実家に帰った時にそういえばこの前すごい大変なことがあったんだよねって言って、何って言ったら、夜中にお母さんもお父さんも寝てて、でお母さんとお父さんは2階で寝てて、で犬は1階で自分の檻に入って寝てるんだけど、そしたら1階で犬がめっちゃ吠えてて、ですっごい吠えるから、なんだろう、夜泣きかなみたいな。もうおばあちゃんなのにもう夜泣きですかみたいな感じで、お母さんがちょっと下にね見に行ったら、その犬の檻の近くになんか部屋の温度に合わせて勝手に調温してくれるヒーターみたいなやつがあるんだけど、それが燃えてて、で床もちょっと燃えてたみたいな話で、それをうちの犬がね一生懸命ね母と父起こしてお知らせしてくれたんですよ。ですごくないと思って、賢すぎ、今までアホって言ってごめんねと思って、でね無事ちょっと母もね消化して、大事には至らなかったんですけど、その結構その神経質な犬だからすぐ早めにね匂いとかに気づいて、でこの匂いやばいぞっていうのに気づいてお知らせしてくれたことがやっぱ不思議だなと思いました。結構活躍してくれたんだなっていう話をしてたら、そしたら犬が今まで見たことのない変顔でこっちを見てて、
犬のことはわかんないけど、顔が誇らしそうすぎて、その時はね、ちょっと犬アレルギーじゃなかったんだけど、その時までギリ。ちょっとなんでアレルギーになっちゃったか。犬が家事を守ったから、私が代わりにアレルギーを被ることになったのでしょうか。ということでね、エンディングです。ちょっとね、一つ、ふつおたを読みますね。ラジオネームラーゲさん、ありがとうございます。夢を叶えてのイベントお疲れ様。久しぶりに会えて嬉しかったです。バイオリンのやった曲のセトリを改めて教えてくれると助かります。あとホームに新しい企画見つけました。またたくさん送りますということでね、いつもいっぱいお便りを書いてくれてありがとうございます。バイオリンがちょっとできる状況かちょっと怪しいんですけど、またバイオリンをやったらまたイベント終わりにねツイートしたいなと思います。でそういうね夢を叶えてのイベントが7月18日の夜に新宿でまたやります。ちょっとバイオリンねやりたいですけど、ちょっと今回は厳しいかもしれませんが、なんとか間に合えばやります。これね、バイオリンがメインじゃなくてゲストさんね、今回さつきえなちゃんをお呼びして1対1でトークして面白い話だったりいろいろします。8月28日に夕方に秋葉原で、DVD イベントもやります。そう、お便りと、マクマのつぶつぶゼリーの音声はとかいろいろ概要欄の Google フォームにて募集しております。ということでね、ちょっと最近東京の梅雨がひどすぎて結構みんな鬱っぽいっていう話をちょっとラジオでも軽くしましたけど、やっぱ Twitter でもみんなそういう方が多いみたいで、梅雨に負けずに頑張りましょう。それでは今日もありがとうございました。さよなら。